はい、エジプト考古学者の川です。今回はいよいよ中に入ってみましょう。大ピラミッドの。大ピラミッドの方はお話しした通りに9世紀の大使アルマムーンが開けた洞窟用の穴から入っています。これがちょうどその洞窟用の穴です。無理やりなんか開けられたような全体的な雰囲気になっているのが、わかると思います。ここにいるのはただ観光客ではなくて、実はその前回の動画でもちょっと話をした物理学の森島チームですね。彼らがここに原子核看板っていうこのミューオンを、なんでしょうね、集める板みたいなものをちょうど置いてるシーンが、このシーンになっています。ここがアルマムーンが開けた洞窟用の穴で、彼は当時9世紀なので、ツルハシで開けてますけど、ツルハシだけでもやっぱり石灰岩って硬いので、火を焚いて、その上にお酢をかけて、ひび割れさせて本当に苦労して開けていったようです。で、彼らはそこで穴を開けていくと、いつか通路とか部屋に到達するんじゃないかなということで、一生懸命開けていったんですが、その彼らが到達した、場所というのがここになります。位置的には断面図、この四角い赤い、ところになりますね。彼らがまず見つけたのが下降通路ということで、先ほどの正規の、前回の入り口からずっと地下に、行くような通路があったんですけれど、そこを見つけてます。彼らはまずそこのところでずっと地下に降りて、行きました。まずですね、その地下の方なんですけど、降りていって見つけたのがこちらです。未完成なのがわかりますか？完全にこれ石灰岩を削ろうとした跡なんかがありますね。ピラミッドは砂の上に立ってないです。ギザのピラミッドは石灰岩の上に立ってます。これはクフ王の父親である先王スネフェルが砂地の上にダフシュールというところにピラミッドを建てた時に地盤沈下が起こってピラミッドの内部が一部崩れそうになったんですね。そこを教訓として、クフ王自身はもっと頑固なしっかりとした台地にピラミッドを建てなければならないということで、ギザ台地、石灰岩の岩盤の上にピラミッドを建てたということになっています。そのためにピラミッドの地下に部屋を掘るときには砂ではなくてその石灰岩をくり抜いていかなければならないという非常に大変な、作業になったわけです。ここに到達するまでも実はめちゃくちゃ大変なんですね。ちょうどこちら断面図になってこの赤い枠なんですけれど、入り口からこれ105メートルぐらいずっと通路を降りていくんですが、またその通路も狭いです。高さの方がですね、1.2 メートル、横幅も 1.05 ということで1メートルぐらいしかない狭いところを105メートルずっとかがんでいくのでね、実際に私もよく入りましたけど腰が痛くなるような往復すると、形になってます。で、おそらくあとこういった理由もあって地下の間っていうのは放置されています。この時代王の遺体というのを上に上に天に天にと盛り上げるという、持ち上げるという思想が、生まれています。王というのは荒人神であり太陽神であるために冥界ではなくて、上に太陽のもとにということで現実を持ち上げていく、こういった思想とも絡んで地下の間というのはおそらく放棄、されたんだろうと。ここのところは、そのために全く使われなかったか、あるいはこの荒々しい、内部というのが、冥界を表す象徴的なものとしてピラミッド内部に、残されたのではないかと考えられています。考古的にあと面白いのは石の掘り方なんですけれどね、この時代どうやって石を掘ったのかというのはこういう未完成なものの方が情報って与えてくれます。考古学者は結構そのために完成されているものより未完成のものに興奮したりします。ただこの石の掘り方というのはこれだけで一つの動画になっちゃうので、また別の機会に話をしたいと思います。そしてここからですね、今度はさらにまた105メートル、戻ってですね、先ほどのアルマムーンが開けた、穴のところから今度上昇通路というところに向かっていきたいと思います。上昇通路も結構狭いんですけれどね、ここから今度6番というところに書かれた場所、ここが上昇通路です。ここもずっと本当に
腰をかがめていくようなところで、ここから最後到達するのが、この6番から到達するのが、9番と番号が付けられた大回廊という、ピラミッド群、メンフィス地区に作られた80基以上あるピラミッド群の中でも、最大の空間に到達します。これが大回廊です。めちゃくちゃすごいでしょ、ここ実際に入ると。鳥肌が立つようなところになってます。ピラミッド内部にこれだけ巨大な空間があって、これがなぜこのような形状で作られたのかというのが現在でもよく分かって、いないです。高さが8.7メートルということで約9メートルぐらいの高さがあります。長さの方が、これが 46.7 メートル、約50メートルぐらいの、長さ。下の方はこれはずっと狭くなっているんですが、2メートル、2.1 メートルぐらいの幅ということになってます。ここですね。あと興味深いのが大回廊、なぜこういう作りに、それも斜めになってるのかわからないんですけれど、さらに下のですね、基板の底辺の部分に等間隔でこういう穴なんかも開いてるんですね。これ左右に開いてます。等間隔で、さらにそこのところはただ穴が開いてるだけではなくて、横のところも一時バッとこうね、削られて穴も開いてると、明らかに何かの機能的な目的で作られてるわけです。説はいくつかあります。例えばこの穴のところに柱をはめ込んで、櫓のようなものを大回廊のその9メートルぐらいの高さのところに立てていたのではないかとか、あるいは別の説ではここのところにやはり木をはめ込んで巨大な石を運ぶための装置にしていたのではないかとかいう、いくつかの説がありますが、未だここのところは考古学的にも定説というのが、できてないような、状態になっています。さらに面白いのは大回廊の横の側壁の部分にはずっと溝なんかがあって、そこに板がはまっていたのではないかという話にもなっています。いずれにせよおそらく何かしらの機能性を持った空間が大回廊になっています。で、大回廊からさらに奥に行くと大の間玄室につながっていきますが、今度はここから、水平通路というところに向かっていきたいと思います。水平通路、こちらのところ断面図では、ここの場所になってますね。で、この水平通路の場所がですね、私自身がピラミッドに興味を最初に持った、テレビなんかで見たきっかけになった、ところですね。2人のフランス人、パトリス・ゴータンとジル・ドルミオンという2人のフランス人が、この通路の向こう側には未知の、空間、通路とか部屋があるんじゃないかという仮説を立てて、ここに穴を開けたという、そういった場所になっています。結果彼らそこから何か見つけたのかというと、そうではなく、そのドリルで穴を開けたところからは砂が出てきたという、そのですね、砂が出てきた、溢れてきたところには今こうなんか鉄のね、なんかこうボルトみたいな、ものが置かれて、あるんですけれど、その場所に、こちらのところが、なっています。で、この水平通路をですね、突き当たりまで行くと、そこで出てくるのが、王妃の、部屋、王妃の間というふうに呼ばれるところになります。クイーンズチェンバー。実際にはここに王妃が埋葬されていたのかというと、そうではなく、これはあくまでも通称になっています。この後に行くですね、王の間、玄室というのが花崗岩でできた、どちらかというと、赤みかげ石ということで赤い、あるいは暗い石でできているんですが、ここは石灰岩でできているために、それから比べると、どことなく女性的だということで、その通称が、呼ばれている、ということになっています。ただ実際にはここは古代エジプト語でいうところのペルトゥートゥというふうに呼ばれる場所ではないかと言っています。ペルトゥートゥというのは、これは彫像の家というような意味になります。彫像の家で、彫像の家というのは、ここちょうどくぼみがありますが、ここにクフ王の4メートルぐらいの巨大なおそらく彫像が安置されていました。で、その彫像というのは、クフ王のカーの彫像だと言われています。カーというのはですね、
古代エジプトで生命力を表す言葉です。人間を古代エジプト人が構成する要素として、肉体とか名前とか影とか魂とかいくつかの構成要素があるんですが、そのうちの一つのものがカです。これは訳は実際にはほぼ不可能で難しいんですが、現在ではライフフォース、生命力というふうに訳されたりしています。その生命力を表す彫像というのを通常墓に置くんですけれど、この部屋というのはおそらくそのクフ王のカのために設けられたもので、このくぼみのところには彫像が置かれていたのではないかと推測はされています。ただ現在のところは何も発見はされていないです。さらにですね、面白いのが、ここ小さな穴がですね開いているのが分かると思います。これぐらいの四角いで、ここなんですけれど、これ外まではつながってないんですが、これは通称通気口と呼ばれていて、一応外に向かって、ずっとつながってます。途中ですね、ブロックみたいな、これは、物に覆われています。これは中に小さな小型のロボットとカメラみたいなものを入れて、ルドルフ・ガンテンプティングという人が、1990何年だったかな、内部調査してます。その後2002年に有名なエジプト考古学者、大臣にもなったザヒャワスという先生も中調査して、それを確認、しているんですが、見ていただくと、ここからですね、横に細いアンテナみたいなのが断面図にあるのが分かると思うんですが、これが星に焦点が当たってるんですよ。こんな形です。古代エジプトはやっぱり太陽信仰とかやっぱり星の信仰とかいくつかさまざまなやっぱり信仰形態というのがあったんですが、ここのところでは星の信仰ということで星に焦点が合っています。それも4500年前の星です。地球というのは自転していて公転していますが、あと再差運動ということで首を振ってます。そのためにその首振り運動、これ2万年ぐらいの周期で確か首振ってるんですけれど、それによって古代の見える星の位置と現代の見える星の位置というのが微妙に違うんですね。そこから考えると、これがいつ頃の星に焦点が合っているのかというのが分かります。これはやはり4500年前。当てている焦点というのは古代エジプトで重要だったシリウスという星と、あとコグマ座の星、これにも焦点が、当たっています。非常に面白いですよね。そして、最後一つだけちょっと紹介したいなというのが、このペルトゥートというこの彫像が置かれていたという壁眼くぼみがありますが、そこの奥に無理やり開けたような穴ありますよね。これ後の探検家たちがピラミッド内部にまだ財宝がどっか隠されてるんじゃないか、このくぼみの奥にも通路があるんじゃないかといって無理やり開けた穴です。で、中こんなになってたら何もなかったんですけれど、ただここの構造体見ると、ちょうど私立ってるのがこれなんですけれど、見ると結構ぐちゃぐちゃなの分かりますか？ピラミッドって表面はぴったりしてるんですよ。カミソリ1枚も入らないくらいな。ところが内部に行くとこういった空間があって、それによって実は何でしょうね、その隙間によってここ砂とか瓦礫とかも入れたりするんですけど、安定性が増すんですね。これは私たちの別の調査によっても明らかになっていますが、これもまた別の動画でご紹介したいと思います。この後いよいよですね、今度は玄室大野にご案内したいと思いますが、これは次の動画で見ていきたいと思います。はい、それでは引き続きですね、古代エジプトに関する情報をどんどんアップしていきたいと思いますので、こちらへのチャンネル登録と、そしていいねボタン、よろしくお願いします。